工房同士の集まりみたいな、そういう若手の集まりみたいなのがあって、そこで知り合って、向こうも考えずに仕事してたんで、結婚したら必然的に2人でするようになったっていう形なんですけれど、そんなお二人にとって加賀友禅とは何でしょう？何でしょう。何でしょう。加賀友禅とは愛ですね。いつも。その心は。いや、そこ行くんか。今普通に出回るのは訪問医っていうタイプか、さっき見た軽めのつけ下げっていうタイプ、このぐらいか、このぐらいしか柄がない、ここポイントポイントポイントぐらい、シンプルな、これぐらいだと遊び着としてコンサートとかちょっと行ったりとか行く時には使いやすい。ずっともう昔から流れてきたそのシンプルな基礎の部分は変えないで、その上にちょっと現代風な色味であるとかデザインであるとか、そういったものを付け加えるようにしてるっていうのが一応特色かなとは思うんですけど、本来はもち米を練ったものを作って海苔を作るんですけど、今これやってるのはゴム海苔って言って、もち米の代わりにゴムをちょっと揮発系のもので溶かして線を描いてるっていう状態です。何工程加賀友禅あって何工程目ですか？ですね、大きく分けたら10ぐらいあるんですけど、図案描いて、下絵を描いて、で海苔を引いて、で彩色じゃあ4つ目。先に染めたので、先にのり伏せをしたところが真っ白で上がってくる形ですね。でそこを色塗り彩色をしています。だって今の部分とかすごいとっても難しくないですか？この含ませるのが一番難しいのかな。黄色の部分をきれいに残して周りに塗って、なんか紙でも結構難しいイメージですけど、なんとなくこのにじんでく感じがわかるというか、ここら辺で止めておけばにじんでちょうどいいところにいくなみたいな感じですかね。ずっと見とれますね。一発勝負ですもんね、当たり前に。これだけだとすごく濃いんです。こういうのを考えながら色を作るっていう感じです。全然違いますね。
の筆の先っちょが揃って細く揃えば細かいところはいくらでも塗りやすい。ただもうその最近筆が先が綺麗に揃う筆がなくて、その筆を作る職人さんも少なくなっていて、かなり大変な状況です。みんなの力を合わせて仕事がうまくいくっていう作業なんで、その糊がうまくないと、糊を作るのもうまくないとダメだし、その引くのもうまくないとまた時間かかるし、その筆一本も筆を作る人が上手じゃないと時間かかるしっていう。筆で結構インク持ちじゃない、何ていうんですか、太い分すごくいっぺんにいけるかもしれない。含みが多いので。早い。下からあったかいってことですか？あったかいです。真夏は地獄です。確かにこの熱が上がることによって何ですか？乾きも早いし、ずーっと濡れたまま放置しておくとやっぱりどうしてもじわーっと汚れてしまうんですね。なのでそういう防止もあります。今はこれ先に地色入ってますけど、本来やるときは模様を染めてから糊伏せしてバックの色を塗るので、その糊を伏せるので、それが取れていくときに、取れての作業が朝のまでやってる友禅流しとか水に流して、その上で伏せた糊を取っていく作業なんですけど、それをやるとやっぱりこの色が食われて、ちょっと色が何割か薄くなっちゃうので、そこも計算してっていうことになってくると、ちょっと結構今塗った色とは違う色になってくるっていう計算がちょっといります。先の先を見越さないと。そうです。すごいかっこいい。でこうやって腕を固定させる。で、じゃあこっちも同じく。お、確か思ったより塗りやすいけど、そんなこんな感じ。塗りよりやりやすいけど。伸ばしながら。ざらですね。難しい、ぼかし。ダーッとスピード。じゃないと遅い乾いてしまうので。隙間空いてないです。ちょっと透かしたら隙間空いてるかどうかわかる。隙間だらけです。埋めましょう。全然違いますね。下の方隙間しかない。なんか濡れてる感じがしない。ぼかしてみましょう。はい。なぞる。上の見本みたい。上の見。ちょっとちっちゃめに後で伸ばしていくんで。簡単。さっきよりでも慣れた感じです。さっきもゴンって言ってしまったので。まだ松いっぱいあるし頑張ってね。さっきのやるでもう一回チャレンジ。ああ、バッチリバッチリ。でもやっぱこの綺麗な三角にこうぼかしていくのと、なんとなく3個目でそんだけだし、もう1時間もせりゃ明日から友禅作家になる。
そんな甘いお言葉いただいちゃダメ。ではないです。そこはここの人合ってますか？合ってますけど、濡れてないですここ。だって普通こうやって重ね塗りしてもいいものなんですか？ダメだ。基本ダメでってことですよね。なんか重ね塗り変わるので。ダメな中、一本で正確に描いていく。でこれもこの水分量とあれを調節して、立てて立ててちょっとずつ塗ってみる感じで。あ、こんな感じ。濡れてない。これだけ喋りながら塗る人も珍しい。いやー。それでも簡単な方だとぼかしするんで。これはミモザのなんか両方すごい動きが。花。かけた時にもう綺麗に一枚の絵画紙のように見えるように描いてます。でなおかつ着物でまとった時に立体感つけて体の線に沿って流れるように。やっぱ柔らかい印象ですね。そうですね。加賀友禅自体がちょっと柔らかい印象のものが多いかもしれないですね。写実的っていう部分もあるので。本当にお写真のようにも見えるし。基本的な柄のポイントっていうのは大体決まってまして、大体そこに置くと綺麗には見えるもんなんですけど、ただそこに置いてばっかりだといつも同じところにポイントを置いちゃうとつまらないので、やっぱりそのどう視線が流れるのかとか計算しながらちょっと変わったような着物を作るのも面白いですよね。でこれあつらえで自分の名前を隠し文字で入れるっつって、ここね「A」と「E」と「こう」で「えいこさん」っていうので波の中にちょっと自分の名前隠して、遊び心。美術館とか行くとやっぱりキム・ラウザン先生とかの魚のちょっと改良したようなやつとかいろんな変わったものがあって、でこういうのが加賀友禅でできるんやな、これ同じ人間が作るんやから、どうやって作ってるのかさっぱりわからんけど、この世界に飛び込んでみればこれの作り方がわかるんじゃないかなっていう部分もあって飛び込んだっていうのもありますね。俺は本当にこういうのを作りたいっていうのがあるんで、そこをアイデア出して柄を描いてこういう風にやっていくっていうところで、うちの嫁さんはその下絵とかのりとかそういう技術的なことがすごい上手な人なので、そこはもうお任せしてやってもらってます。最強タッグですね。お互いになんか埋め合って補強し合ってさらに強くしていくっていう。そうですね。お互い好きなこと言うのでダメ出しもしますけど一番厳しい人が隣で、ちょっと手抜いとるとすぐバレる。やっぱ2人でやっていく上で今後大切にしていきたいところとか。大切にしてなるべく喧嘩しないように。したいお仕事だと結構筆進むの早いんです。で乗ってない時ってやっぱり遅くなるので。わかります。なので気持ちよく描けるような柄がいっぱいできたらいいな、着物ができたらいいなと思います。はい。とにかくこれを作りたいなっていう気持ちがあるので、なんでしょうね。愛ですね。そう。ざっくり言うと愛です。いかがでしょう。同じですね。はい。ありがとうございます。それが一番苦手な。そういう質問一番苦手な。